日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。はい、皆さんこんにちは、ジローです。本日は今日本で何が起きているかについて、詳しく話していこうと思います。キーワードは武器輸出です。はい、日本がね今月4月に武器の輸出をね原則解禁したということで、これがね日本では結構大きなニュースになってるんだよね。世界ではねどのくらい大々的に報道されてるかわからないんだけど、それについて、今日は詳しくお話ししていきます。はい。で、今回この内容、結構ね真面目な話だよね。武器の輸出だからね。この内容を話すにあたって、参考にさせていただいたのはこれらの記事になります。はい。日本のメディアの情報を、中心に見させていただきました。で、僕はね今日本に住んでいる日本人なんで、毎日ね基本的に日本のメディアが出している情報を見ます。はい。だけど同じことが起こっても、みんなが住んでいる国では違う報道のされ方をしているかもしれないし、情報によってね、みんながどう思うかって人それぞれだと思う。だから、僕は日本のメディアの情報を日々見ている日本人で、その内容をみんなにお伝えします。で、人それぞれだよね。その時にみんながどう思うかって人それぞれだと思うので、僕はこう思うなとかあとは、私の国ではこういう報道のされ方をされていますこういう報道がされていますみたいなのがねあったら、ぜひコメント欄で書いてくださいはい、よろしくお願いいたします。じゃあもう早速何があったのかについて詳しくお話しさせていただきます。はい。今月4月の21日に政府がね、日本の武器輸出を制限する防衛装備移転三原則の運用指針を改定いたしました。はい。今までね日本が、他国に武器を輸出するときって、制限がかけられていたんですよ。はい。非戦闘目的の5類型に今までは限定されてきましたいや結構難しい日本語なんですね。日本人でも難しいと思う日本語ですよ。はい。簡単に言うと、日本が他の国に輸出できるものって、輸出できる防衛装備品って、5つに絞られていました。5つというか5つの種類だね。救難、輸送、警戒、監視、掃海の5つです。だから、基本的に、人のことを傷つけたりとか殺したりするようなものはね今まで輸出できなかったんだよね。ただそれが4月21日から変わりました。はい。その輸出を審査することによって殺傷能力のある防衛装備品の輸出をすることができるようになったんですね。はい。で、殺傷能力っていうのは、人を殺したり傷つけたりすることができる能力のことなんだけど、この能力がある防衛装備品でも輸出されることが可能になりましたと。はい。殺傷能力のある防衛装備品って何のことでしょう？いろいろあるよね。戦闘機だったり護衛艦だったりミサイルだったりいろいろありますよ。そういうものが
輸出できるようになったと。で、さっきさ、その輸出を審査することによって、その輸出ができるようになるっていう話をしたじゃん。で、審査はどういうふうに行われるのかってみんな気になるでしょう。審査は NSC 国家安全保障会議で行われます。はい。なんだよそれという感じだと思うんだよね。日本人でもあまり聞くことがない会議の名前ですね。はい。この NSC というのは、メンバーが4人おります。はい。日本のすごい重要な役職についている4人。まずは総理大臣。はい。日本の政治のトップですね。はい。そして、官房長官。外務大臣。あとは防衛大臣。この会議、NSC は、この4人によって行われます。だから、この4人が審査をするっていうことだから、この4人で、この輸出してもいいよ、この武器輸出してもいいよって決めちゃえば、輸出できるようになるということですね。はい。で、基本的に審査はこの4人で行って、で、国会にはね、武器輸出の決定が事後通知なんだね。国会って日本で、法律を決める機関なんだよね。国の国民の代表が集うところが国会なんだけど、その国会にはね、その輸出が決定してから、事後通知、後から知らせるらしいんだよね。でもこれがね、ちょっといかがなものかなって思っている人もいるらしくて、一部国会議員とかね、一部の勢力は国会に事後通告、事後通知っていうのは良くないんじゃないかっていうふうに考える人もいるね。だから国会の承認を得ないと、その武器を、輸出しちゃいけないっていう風な決まりにした方がいいんじゃないかって考えてる人もいたんだね。ただね、ドイツとかフランスとか、イギリスとかアメリカとかね、こういう国とかは、事前に議会の承認を求める仕組みとかはないらしいから、日本のこの、決定が、国際的にすごいずれているかっていうと、そうでもないみたいなんだよね。ただ、今回の決定なんだけど、日本が武器を輸出できる国っていうのは限られてる。まず、日本と協定を結んだ国。これはね、17カ国あるらしい。ただ、これからもその国の数は増えていくらしいんだよね。で、そういう国にしか、日本の武器は輸出できない。で、戦闘中の国への輸出は原則としてできないらしいんだよね。ただ、特段の事情がある場合は例外的に認めるらしくて、で、特段の事情ってなんだよっていう話になっててさ、そんなこと、その戦闘中の国は基本的にその国へは輸出できないけど、特段の事情がある場合は OK って、その中身はどうなんだよっていう、そこがね、ちょっと曖昧になっているっていう部分は否めないかなと思っております。で、この日本の武器輸出解禁なんですけれど、なんでやるのかという問題ですよ。なんでこんなことを今やれるようにしたのか。政府の、言い分としてはですね、2つ理由があります。はい。まず1つ目は、防衛産業の衰退を止めるという目的らしいんですね。で、防衛産業から撤退する日本企業っていうのが結構出始めてるらしいんだよね。で、例えば武器を作る会社がなくなっちゃったりとか、その部品を作る会社がなくなったりすると、日本という国自体を守る力が衰退しかねないって
考えてるんだよね。うん。で、あとはね、その、武器を作り続ける、力っていうのを持ち続けるっていう目的以外にも、やっぱり、その産業が国内にあることによって、雇用を維持できたりするんだよね。だから経済的にもいい影響があるのではないかと言われておりますね。うん。で、二つ目の理由なんだけど、これは、同志国との関係を強化するということで、僕はね、その防衛産業あまり詳しくないんだけど、自分の国から武器をあげたりとか、武器をもらったりすると、その国同士の関係が深まるらしいんだよね。だからやっぱり日本もね、世界でお友達たくさん欲しいですから、仲がいい国を増やすためにも、こうやって武器輸出ができるようにしたらしいです。はい。政府がね、言ってる言い分っていうのは、この2つなんだけど、どうだろうね。他にも裏の理由があるかもしれないけれど、国民にはね、知る由もないというかはい、そんな感じですね。でさ、今、こうやって動画を見ている、そこの君、疑問に思ったことがあるよね。そもそも日本はなんで武器をこれまで輸出してこなかったのかっていうことだよね。だってさ、武器を輸出している国なんていっぱいあるじゃん。だって日本も外国からたくさん武器を買ってますよ。日本がたくさん武器を買ってるっていうことは、その武器を作っていた国があるっていうことだよね。じゃあ日本はなんで今まで武器を輸出していなかったのかっていうことだよね。で、みんなはその日本語をね、今学んでたりするから、比較的日本について詳しいかもしれないんだけど、そもそもね、日本には軍というものが存在しません。知ってた軍が存在しない。はい。これは、日本で一番重要な法である憲法には、陸海空軍、その他の戦力は、これを保持しないって書かれてるんだよね。で、これをそのまま受け取ると、戦力を持っちゃいけないっていうことだよね、日本では。で、日本には軍がないんだけど、その代わりと言ったらなんだけど、自衛隊というものがあります。はい。そう。だから日本軍というものはないんだね。日本軍は1945年に亡くなりました。はい。亡くなってます。はい。で、日本の自衛隊は陸上自衛隊、海上自衛隊、そして航空自衛隊の3つです。で、憲法を先ほど紹介したんだけど、この憲法の解釈って、人によって全然違うんだよ。で、憲法学者の中では、今の日本の自衛隊って違憲なんじゃないかって考える人も少なくない。違憲ってどういうことかっていうと、憲法に反してるっていうことだよね。人によっては、いやだって自衛隊って武器持ってるし、他人というか他国を攻撃するような力十分に持ってますよ。で、それって憲法に違反してますよっていう、そうやって考える人もいるんだね。で、ただね、現在の日本の政府の立場では、自衛隊は、憲法上認められるっていう、そういう解釈をしております。はい。そもそもの話を今皆さんにしました。だからね、武器が作りにくい環境ではあるんだよね、日本は。でも、ただね、日本の自衛隊が持っている武器っていうのは、日本の国産のもの、たくさんあります。はい。で、歴史的な話をしますと、日本はね、一番最近で言うと、1945年に
戦争に負けました。はい。で、その時にね、GHQ という組織に日本は、占領されたんですけれども、その時に武器の製造を禁止されました。はい。日本がもう武器を作れないようにするためにね、日本がもう二度と戦争ができないような国にするために、武器を作るのをやめなさいということで、武器製造が禁止されましたね。うん、ただ、その後、今の、韓国と北朝鮮がある、朝鮮半島でね、戦争が起きました。朝鮮戦争っていうものがあって、この時に日本は、アメリカ軍の弾薬とかを製造するようになったんだね。ここからもう日本は武器を作り始めているわけなんですよ。うん、ただ、日本には先ほど話した通り、平和的なね、憲法があります。うん、1967年に、佐藤総理大臣という方がいました。はい、結構有名な、日本だと、結構有名な歴史上の人物で、教科書にも出てくるような人なんだけど、この佐藤栄作総理が武器輸出三原則っていうものを表明しました。うん、武器輸出三原則、武器を輸出するときにこの3つは守りましょうねっていう決まりなんだけど、その時に、今回はね、その中身は、詳しくは説明しないけど、一部の国に、武器を輸出するっていうことを制限したんだよね。うん。そして、その9年後の1976年、三木総理大臣という方がいまして、この方が武器の輸出を事実上全面禁止しました。はい。ここからね、日本の武器輸出が止まるわけですよ。うん。で、この時のことをね、今報道されてることが多いかな。うん。有名な国会答弁というものがあります。はい。宮沢外務大臣っていう人がね、当時いたんですよ。うん。1976年にね。で、その時、日本の国会で、答えた内容があります。はい。この答弁はね、今、結構日本で報道されてますね。この答弁があるのに、私たちは武器輸出を解禁するのかみたいな感じでね、報道されてる。で、どういう答弁をしたかっていうと、我が国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれてはいないって言ったんだよね。うん。意味わかる、うん、そのままだよね。うん。私たちは武器でお金を稼ぐほど落ちぶれてないよって。そのままだよね。うん。この答弁があるのに、私たちは武器輸出を解禁するのかみたいな感じで、この答弁を、参照してね、今の政府の対応を、批判する人というのがいますよ。うん、そして、そこから長い間、日本の武器輸出というものは変わってきませんでしたが、今から12年前、2014年に、安倍総理という人がいまして、その内閣が武器輸出三原則を撤廃いたしました。安倍総理は知ってるよね、みんな。知ってるかな？結構ね、長い間日本で総理大臣をやってたから知っている人多いかなって思うんだけど、この人がね、武器輸出三原則を撤廃しました。で、この時にさっき話した5類型っていうのが生まれたんだね。武器を輸出することができる5つの種類。救難、輸送、警戒、監視、掃海の5つだね。で、この時は、今回みたいに、殺傷能力がある武器の輸出はしないままにしたんだね。なんでかっていうと、その時、
与党の自民党、ね、自民党っていうのはその安倍総理がいた政党だね。その自民党と連立政権を組んでいた公明党という政党がありまして、その政党の要望によって殺傷能力のある武器は輸出しないというふうにしました。はい。で、この時にまた難しい言葉出てきて申し訳ないんだけど、防衛装備移転三原則というものが誕生いたしました。で、この時に共同開発、武器を共同で開発するなら、武器を輸出してもいいよっていう風に変わったんだね。うん。で、ちょっとね、最近どういうことが起こっているのかっていうので、話がそれるんだけど、最近ね、オーストラリアと日本で約1兆円の大型契約が結ばれたんだよね。うん。で、これがどういうものかっていうと、フリゲート艦の共同開発を日本とオーストラリアが行うっていうものなんだよね。うん、で、船だよね。戦争とか、あとは防衛の時に使う、船なんだけど、これね、共同開発という形をとってるので、日本はオーストラリアにその護衛艦をね、輸出することができます。はい。だからこれは2014年の時の、作られたルールによって実現しているわけなんだよね。うん。どういう、船がオーストラリアで、オーストラリアと日本、共同で作られるかっていうと、自衛隊の今ある、最上型っていう護衛艦をベースに、作られると言われているんだよね。うん。三菱重工っていう会社。みんな三菱っていう会社は知ってるよね。車とかを作っている会社なんだけど、それと名前が似てるよね。三菱重工というところが作っている船をベースにするんだけど、そもそもね、日本っていうのは、これまで武器輸出の経験が浅くて、2016年の頃にはね、潜水艦をオーストラリアに輸出しようとしていた。だけど、その時は失敗に終わってます。はい。で、今回の、護衛艦の共同開発なんですけれども、全部で11隻らしくて、そのうちの最初の3隻は日本で作るらしいです。だからこれはもう完全なる武器輸出だよね、うん。日本で作ってそれをオーストラリアに届けるということだからね。うん。ただ、共同開発という形をとっているので、OK というのが、そもそもこの話が始まった時の内容でした。はい。そして、3年前、2023年には、この防衛装備移転3原則を改定しました。2014年にできた決まりが9年後にもう新しくなってしまったということなんですけど、どういうルールチェンジがあったかというとですね、ライセンス生産品はその特許を持つ国への輸出を解禁できるようにしたということです。どういうことかっていうと、例えば、アメリカがライセンスを持っている武器があるとします。ただ、日本で製造するとする。アメリカがライセンスを持っている武器を日本で製造したら、日本はアメリカにその武器を輸出できるっていうことなんだよね。で、アメリカに限ったことではないんだけど、こういうふうに、ライセンス生産品はその特許を持つ国へ輸出ができるようになりました。はい。で、もうみんなね、今聞いてって思うけど、じわじわと、どんどん武器がね、輸出できるように日本はルールをどんどん変えてきてたんだね。なんか少しずつ変えていって、今回の2026年で一気にまたそのルールが変わったっていう感じ。はい。はい。そして2年前の2024年、
今、新しい、決まりというかね、できましたよ。今、日本はですね、戦闘機をイギリスとイタリアと共同で、開発してるんだよね。次期戦闘機っていうやつだね。で、この次期戦闘機、イギリスとイタリアと一緒に開発している戦闘機に限り第三国への輸出を認めたっていうことだね。だからもうこの時点でかなりもう武器輸出って OK になってるよね、正直。日本ではね、結構今武器輸出できるようになった、とんでもないことが起きたみたいな感じになってるんだけど、もう2024年だから2年前にはもう武器輸出はもうほぼできるようになってるって言っても過言ではないと思うね。はい。先ほど話した防衛装備移転三原則というものの、運用指針を、改めたということだね。で、戦闘機の開発というものは日本は今まで、アメリカと一緒に共同で、行っていることが多かったんだけど、今回は初めてアメリカ以外の国と戦闘機を開発しているらしいです。で、なんか武器作るのって結構お金かかるっぽいんだよね。で、やっぱりせっかく開発して作ったら、いろんな国に売って元を取らなきゃいけないらしい。そう。だから、イギリスとかイタリアとかはね、もう第三国でも売れるようにしてくれよ、日本っていう風に、もともと頼んでたらしいんだよね。だから日本もルールを改正したということだね。そして、2026年、その5類型が撤廃されまして、武器輸出が、一部の国に対して、正式にできるようになったっていうことだね。今の総理大臣は高市総理っていう人なんだけど、その人はね、時代が変わったっていう風に、国会で話してるね。昔は武器輸出なんかする必要なかったけど、今は必要になったんだっていうことを言ってます。で、この言葉だけ切り取っちゃうとね、いろいろな、憶測を呼んじゃうから、ぜひ気になる人はね、ちゃんと自分で調べて、この高市総理の答弁というものを、見てみてください。はい。で、みんな、どう思ったこの話を聞いて。僕もね、改めて今回の件を踏まえて、いろいろ調べてみたんだけど、もともとだいぶ武器輸出ってできてたじゃんっていうのが本音だね。だからね、今回の決定っていうのはだいぶ大きな変化だとは思うんだけれども、もともとできてたよねっていうのが、正直な感想ですね。で、なんでこのタイミングでこの日本の武器輸出解禁というものが実現したのかというとですね、さっきさ、話したじゃん。2014年に安倍内閣で、武器輸出の、ルールを変えたときに、殺傷能力がある武器の輸出っていうのは、まだダメっていうことにしようっていうことになった。そういう話をしたんだけど、その時に、殺傷能力のある武器の輸出を反対してたのが、公明党っていう政党だね。自民党と連立を組んでいた公明党。ただ、去年の10月、2025年の10月に、その公明党がその連立から離脱して、代わりに日本維新の会っていう政党が自民党と連立政権を組むことになったんだよね。で、何が起きたかっていうと、公明党がいなくなったことによって、誰も殺傷能力のある武器の輸出を止める人がいなくなったんだね、与党の中に。だから、今回、この武器輸出のルール作りが実現したっていうことなんだよね。はい。ということで、じゃあ、今回のルール改正行われましたけれども、いや、そんな日本に売る武器なんてあるんですかって
思うでしょ。ね。でもね、もう話が進んでるんですよ。まず何を売るかっていうことで、これはね、日本の中でこうやって報道されてるから、だけどみんなの国では違う報道をされているかもしれないんだけど、まず、フィリピンがアブクマ型という護衛艦を導入しようとしているらしいです。で、これは中古品なんだね。日本が今使っているとか使い終わった、船を、フィリピンに輸出するんじゃないかって言われてる。で、インドネシアは、日本の親潮型という潜水艦の、中古品の導入に意欲があると言われてるんだよね。で、日本の防衛大臣は今、小泉防衛大臣っていう人で、この人がね、5月の大型連休中にこの2カ国を訪問して話し合うらしいね。だから、もうこのルール改正が行われてからすぐにそういう話をするんだね。そう。で、これね、まだいろいろと変えなきゃいけないことがあって、自衛隊法っていう法律を変えなきゃいけません。今はね、無償とか安価で武器を他国に、供与することってできないんだよね。ただ、今はね、フィリピンとかインドネシアに、比較的安い値段で、それらの武器を売ろうとしてるから、法律を変えなきゃいけないらしいです。はい。だから、いろいろとね、変えなきゃいけないことたくさんあるんだよね。はい。他にもね、いろんなことが起きてくると思うね。今報道されてるのは、この2カ国への輸出なんだけど、多分ルールが改正されたことによって、これからどんどん日本の、防衛ビジネスというか、武器ビジネスだね。どんどん大きくなっていくんじゃないかなって思う。今までは、輸出ができない分、企業が勝負できる市場っていうのが本当に少なかったんだよね。それこそ日本の自衛隊にしか武器が売れないっていう状態だったんだけど、武器を作っている、それこそ三菱重工っていう会社とか、そういう会社にいる人からしたら、市場自体が広がるわけだから、これはビッグチャンスっていう風に考えてると思うね。はい。で、今回、日本の武器輸出っていうのが原則解禁されましたけれど、これに対して日本国民がどう思ってるかっていうことだよね。そもそも、日本はこれ以上戦争ができないようにという理由で、GHQ から武器の製造を禁止されておりました。で、やっぱり武器を作るっていうことは日本の憲法に反する、平和的な国を作るっていうそういう思想に反するっていう考えが、もともと多いんだよね、日本では。ただ今回のルール変更によって、武器をね海外に輸出できるようになったということで、まず毎日新聞という、有名な新聞社が3月の下旬に行った世論調査を紹介します。この調査だと人を殺したり傷つけたりできる武器の輸出を認めるかどうかというのに賛成したのが 26%、 そして反対が 49%、で分からないって答えたのが 24% だったらしいです。だからこれを見ると分からないって回答した人を除くと反対している人の方が多い。賛成してる人よりも反対してる人の方が、2倍ぐらいいるっていう結果になってるね。ただこれってこういう調査ってその調査元によって、その結果って違うよね。もちろんその調査会社が、扱っているサンプルっていうものがね、違うからね、結果の違いは生まれると思うんだけど、NHK という、放送局、日本の放送局が行った調査だと、賛成が 32%、そして、
反対が 56% だったね。だから、これを見ると、賛成の数がちょっと上がってるっていう感じだけど、基本的には反対している人が多いんだよね。うん。はい。だからね、反対してる人の方が多いんだけど、なんでこれほど反対の数が多いのに、こういうルールの変更ができるかっていうと、前回の選挙で与党の自民党が圧勝したんだね。本当に数多くの自民党の議員というのが当選しました。だから、ある程度、世論を考慮せずに政策を実行できるんだよね。はい。ということで、こういう風な感じで、日本の武器輸出が実現されるようになってきたんですけれども、日本の武器に関してはね、最近、本当に心配なニュースがありました。はい。これと同じ日だよね。4月21日に、自衛隊の、最新鋭の一丸式戦車っていう戦車があって、この戦車がね、大分県の、演習場で、射撃訓練中に砲弾が破裂して、隊員3人が死亡しました。で、1人が重傷だったんだよね。で、何が起こったかっていうと、まだ今、調査中なんだけれど、砲弾が戦車内で暴発したって言われていて、対戦車榴弾っていう、戦車に対して撃ち込む兵器を使っていた時に、それが起きちゃったらしいです。はい。で、一丸式戦車というのはね、日本国内で使われている、国産の最新の主力戦車で、2010年から量産が始まっているものなんだよね。2010年から量産が始まっているから、一丸式戦車っていう名前になってるんだよね。こんな感じでね、国産の武器で、こういうなんか原因不明の、事故が起きたから、ルールを変更した時に起きたからね、幸先が悪いなというふうに、言われてるんですけれども、そもそも日本は武器を作るのとか輸出するの慣れてないですから、これから、どういうふうになっていくのかっていうのをね、注視する必要があるかなと思います。はい。どうでした結構センシティブというか、扱いづらい内容ではあるよね。こういう武器とか、そういう話題っていうのはね。で、僕はね、最初にも言ったけど、日本に住んでいる日本人ですから、日本語の日本メディアが、報道している記事というものを見ることが多いんですね。で、そんな僕が皆さんにその内容をお話ししたんですけれども、やっぱり住んでいる国によってとかね、見ている情報によって、考え方変わってくると思いますし、僕はね、そういうのを見るのが大好きです。皆さんがどういう意見を持っているのかっていうのを聞くのが大好きなので、ぜひコメント欄に皆さんの意見とか、どう思うとかね、そういうことを書いていただけるとありがたいなと思います。はい。ということで、今回は非常に真面目な内容になりましたけれども、これで今回の動画は終わりにしたいと思います。ぜひ次回の動画も見に来てください。それじゃあ、バイバーイ。